なんか海外の人の距離感がよくわかんない。この動画は前回の動画の続きになってます。まだ見てない方は前回の動画から見ていただくと話の流れがつかみやすいかなと思います。あんま美味しくないこれ。英語喋ってない理由がもう一個あって、友達がいないんですね、こっちに。まだ仕事が見つかってないんで、仕事見つかったら多分職場の子たち、同僚の子たちと友達っていうか、まあ少なくとも喋る間柄にはなると思うんですけど、仕事見つかってないから、もう本当にずっと一人なんですよ、日中。まあそれは私的にはね、何度も言ってるように内向人間で一人大好きなんで、全然私的にはいいんですけど、英語喋る練習には全くなんないんですよね、もちろん。もう日中家にこうずっとね部屋に引きこもってる時ももちろん一人だし、外出かけるってなっても、もう一人で全部行動してるんで、喋ることがほとんどないんですよね。まあ一人ね、友達っていうか、イギリスに着いた初日に話しかけてきたおじさんがいるんですね。もう本当に着いてすぐですね。空港から家着いて、ちょっと一休みして、ダウンタウンまでバス乗って行って、バス降りて一番最初に入ったなんかアジアンショップみたいなのがあって、何売ってんだろうと思って入った時に話しかけてきたおじさんがいるんですね。この人はインドネシア人なんですね。インドネシア人だけど、もう海外生活めっちゃくちゃ長くて、今までいろんな国でずっとなんか働きながらこう生活してきてて、で、イギリス歴もだいぶ長くて、何年だか忘れたけど、多分10年以上イギリスいるみたいな感じ。僕も家庭もイギリスで持ってて、まあただ離婚しちゃってとか、まああんま家庭の話は、詳細にはね、個人情報なんで言わないでおくんですけど、まあイギリス生活がとにかく長い方なんですね。で、まあ今は一人にという人で。で、まあそんな人に話しかけられて、カナダ行った時にも一回モントリオールで旅行してた時に、おじさんに話しかけられて一緒に夜ご飯食べて、で、結局その人の家に連れてこられたみたいな動画を、出したんですね。まあそういう経験があって、まあやっぱ危ないじゃないですか。海外で知らない、特におじさんに話しかけられるみたいなのって、ちょっと危ないことになる可能性もあるんで、まあちょっと警戒してたんですけど、まあその時真っ昼間だったし、もうついて何も街のことわかんない状態で、私いろいろ携帯のね、登録とかいろいろやんなくちゃいけないことがあって、その現地ついて。で、そういうのを全部教えてくれるみたいな感じだったんで、その人とその日一日街歩いていろいろなんかどこにこういうのがあるよみたいな教えてもらって、なんか日用品だったらここのお店行ったら何でもあるよとか、ここのショッピングモールはすごいとにかく大きくていろんなお店が入ってるから、ここ来たらなんか見つかるよとか、で、携帯の登録とかもお店まで連れてってくれて、とかいう感じで全部助けてくれて、で、ちゃんとね、日が暮れる前にお家に帰してくれたんですよ。もちろんね、その人の家とかにも行ってないですよ。ちゃんと帰りバス停まで送ってくれて、で、家にまで帰してくれて、っていう感じで、全然危ない人じゃなかったんですね。まあ、そういうおじさんとの出会いがあって、で、その後も、今日暇ご飯行かないみたいな感じで言われて、まあ、一回ランチ行ってとかしたんですけど、まあ、だからそのおじさんと友達っちゃ友達なんだけど、まあなんか問題はその後で、っていうか、なんか海外の人の距離感がよくわかんない。まあそれで、まあとにかくその時点でそのおじさんとはね、2回昼間に会って、街フラフラしてるんですよ。で、そしたらもうその2回目に会った次の日から、なんか毎日メッセージが来るようになって、今何してんのとか、元気してる？今日も仕事の後暇なんだけど、会わない？みたいな感じで連絡来て、みたいな。なんかこれ海外の人だからなのかよくわかんないけど、日本人の感覚からしたら、なんかちょっとトゥーマッチじゃないみたいな感じで思ったんですよね。だって2回会っただけなのに、で、私しかもね、めっちゃ返信遅くしてるんですよ。まあそもそも普段から普通の友達への返信も私めっちゃ遅いんですけど、そのおじさんの返信もめっちゃ遅く返してたんですね。けどなんかもう毎日連絡来て、みたいな。そう、だから日本人の感覚からすると、2回会っただけで、なんか毎日連絡してくるみたいな。で、しかもなんか、すごいちょっといい感じになってる人とかね。
なんか明らかにデートみたいな感じで出かけてとか、なんかまあとにかくそのいい感じの状況とか、なんか恋愛目的で会ってる。そういう関係性だったらわかるんですよ。毎日連絡するっていうのも。けど、みたいな。私たちそういう感じじゃないよねってなって、そう。で、そっからもう1日以上返信しなかったんですね。で、そしたら、電話かかってきて突然。で、それもちょっと怖いから無視するじゃないですか。で、そしたら、もう君が僕と連絡取りたくないことは分かってるんだけど、とにかくなんか君が安全かどうか心配みたいな。元気でやってるみたいな感じで連絡来て、みたいな。1日ちょい返信しなかっただけ？多分 1.5 日とか返信しなかっただけで、なんかもうそんななんか、君は僕と連絡取りたくないのは分かってるけど、みたいな言われて、ってなって、まあ正直連絡めっちゃ来るから、意図的に返してなかったみたいな部分もあるんですけど、で、距離感がよくわかんない。で、だからそのおじさんもなんか本当に友達として仲良くしたくって、彼にとっては友達に対しての距離感でその感じが当たり前なのか、なんか友達以上の関係を求められてるのかわかんないけど、本当にここの部分の距離感というか線引きって国によって全然違うから判断が難しいんですよね。実際カナダの語学学校とかいた時は他の国から来てる子たちに日本人はとにかく返信が遅いっていうのをすごい言われてて、それで一回ガチギレされちゃった日本人の子がいるっていう話も友達から聞きました。私自身も新しく知り合ったカナダ人の男の子が毎日のようにメッセージしてくるし、しょっちゅう遊び誘ってくるし、私のバイト先にまで毎回顔出してくるから、さすがに興味持たれてるのかなって思ったんですね。けど蓋を開けてみたらその人には彼女がいて、しかも彼女のことめっちゃ溺愛してて、私は本当に完全に友達としか思われてなかったっていうことが分かったっていうこともありました。まあとにかくちょっと怖いじゃないですか。ホストマザーにね、相談したんですよ。で、そしたらホストマザー的には、みたいな。なんか別に一緒に出かけてきたらいいじゃん、みたいな。そのおじさんから、一回ね、ビーチ、今度の週末晴れてたらビーチ行こう、みたいに言われて。もちろん今の時期寒いんでね、海の中入るとか絶対ないんですけど、なんか普通に海辺散歩しようみたいな感じで誘われてて、で、それでなんかでもこういう感じだからちょっと警戒してるんだよね、みたいな感じの話をホストマザーにしたら、行ったらいいのに、みたいな。海なんか天気いい時最高だよ、みたいに言われて、みたいな。なんか、やっぱ外国人にとってのなんか当たり前と私たちにとっての距離感の当たり前って多分違うんだろうなって思って。だからホストマザー的にはね、そういう反応だったんですよ。行ってきたらいいのに、みたいな。まあでも、あなたがなんか心配とか怪しいみたいな思うんだったら、その自分の気持ちに従った方がいいと思うよ、みたいな。あなたのなんか自分の感じてることが一番だから、なんかそういう危ないとかそういう感じに思うんだったら、それに従ったらいいと思うけどね、みたいに言われて、ほーん、みたいな。まあでも私はね、自分が気分が乗らなかったら行かないので、そうで、今のところそんな感じでちょっと気分乗んないから断ってるんですけど、っていう感じで、だからね、その人とは、会ったらずっと喋ってるから、英語の練習にはなるんですよ。まあ向こうもネイティブではないけれども、こっちの生活長い人だし、まあかつてね、イギリス人の奥さんもいたぐらいなので、まあ私より英語のレベルは数段上なわけですよ。だから喋ってたら英語の練習にもなるし、しかもまあ年も上の人なのでね、いろいろ知識があるんですよ。知識もあるし、出身地のインドネシアの話とか、とにかくまあいろんなことを知れるわけですよ。その人と喋ってたら。英語の勉強にもなるし、世界の勉強にもなるっていうことで、まあ普通にいい人だし、いろいろ情報もくれるし、ここのお店今求人してたよとか、この求人サイトいっぱい仕事載ってるからいいよとか教えてくれたりするんで、なんかいい人だし、友達として関わるんだったらいいなって思うけど、その距離感のところがちょっとつかめなすぎて、でちょっと私的には警戒心が今勝ってて、っていうので、その人とも会ってないんですね、今。
私がもしも男だったらこんなにおじさんのことを警戒する必要はなかっただろうに、女であるがゆえにもし何か起こったら絶対に力では勝てないし、いろんなリスクがつきまとってくるんですね。だから常に警戒心を持っておかなきゃいけないし、でもそれのせいでいろんないい機会っていうのを逃してるような気がして、そういう意味でたまに女でいることが嫌になる時があります。そもそも男だったら話しかけられて助けてもらうっていうことすらなかったのかもしれないけど。ってなるともう本当に英語喋る機会がなくって。だからね、英語力全然落ちてます、今。カナダ1年いて、てかその前フィリピン3ヶ月留学して、で、そっからカナダ1年ワーホリして、で、だいぶ英語喋れるようになったって思ってたけど、今ここに来て、もう全然英語喋ってないから。その前ね、しかもカナダから一時帰国して1ヶ月日本にいて、そっからこっち来てるんで、もう1年ちょい英語喋ってたからって言って、1ヶ月日本にいたらマジで戻るんですよ、英語力すぐに。日本いても英語毎日喋るとかよっぽど努力してない限りは、もう一瞬で戻るんですね。で、その状態でイギリス来て。で、イギリス来てからも今全然喋ってないんで。なんでもう今、どんどん英語力がまた落ちてってるんですよ。っていうので、ちょっとやばいなっていう危機感はあって、早くまず仕事を見つけて、で、喋る人を見つける。仕事が見つかればね、同僚と、喋れたらいいなっていう感じなんですけど、気が合う同僚がいて仲良くなれたら。っていうことを、なるべく早くやらないと、ちょっと私の英語力がどんどんまた戻っていってしまって、全然喋れない状態に逆戻りしちゃうなっていうのを今すごい思ってて、その焦りを感じてますね。っていう感じです。今この私の動画見てくださってる方で、イギリスでワーホリしてる方ってどれぐらいいるのかな？もしなんか皆さんの経験とかあったらコメントしてくれると嬉しいです。すごいなんか皆さんがどういう感じでワーホリやってるのか私もすごい気になるし、情報とかもらえたらすごい助かるので、ぜひなんかあったらコメントお願いします。